こんにちは、ミッキーです。今回は2026年最新レポート銀座カフェ5選。百貨店や老舗が立ち並び、東京を代表する商業エリアとして知られている銀座。高級店のイメージが強い街ですけれども、近年はインバウンドも意識した日常使いしやすい店舗も増えています。老舗ベーカリーで味わう伝統のパン、台湾発の人気ティーブランド、ラテアートを楽しめるコーヒースタンド、そしてカフェとバーを合わせ持つ新しいスタイルの空間まで。今回は銀座で立ち寄りやすいカフェやベーカリーを中心にまとめました。買い物や散策の合間にも利用しやすい今の銀座のカフェスポットを発見してみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、銀座で気軽に台湾気分を楽しめる人気カフェ春水堂銀座店。こちらご覧のように銀座駅と直結していますので、そのアクセスの良さも魅力的です。台湾初のティーカフェでタピオカミルクティー発祥のお店としても有名。本格台湾茶をベースにしたドリンクとルーロンハンや天津などの台湾フードを楽しめるお店です。落ち着いたウッド調の店内は都会の真ん中とは思えないほどぴったりとした空間。カフェ利用はもちろんのこと、軽めの食事にもぴったりです。今回も日曜日の朝に訪れているんですけども、席には余裕がありまして、まだ座れるようなイメージだったので割と穴場なのかもしれません。そんな春水堂、創業は1983年、台湾で国民的な人気を誇るお茶専門カフェとしてオープン。国民的ドリンクへと進化していったタピオカミルクティーを日本でも楽しむことができます。ご覧のようにフードメニューも結構充実していますので、ぜひそんなミルクティーと一緒に味わってみてほしいです。そんな春水堂で提供されるドリンクは、お茶マイスター認定制度に合格した認定者のみがドリンクを作ることができる、そんなこだわりも詰まっています。無添加の茶葉など香料を使わない材料で作るドリンクは女性のお客様にも大人気。もちもちのタピオカの食感と香り高い紅茶をブレンドしたタピオカミルクティーはもちろんのこと、オリジナルドリンクも豊富になっていますので、ぜひ新商品含めて楽しんでみてほしいです。またポットで注文した際にはポットスタイルでの提供になっていますので、自分のペースで飲み進めることができるのもおすすめなポイントです。加えて台湾フード、台湾の気分が満喫できる人気メニュートウジャンジータンメンをはじめ、ローカルフードの牛肉麺やルーロンハンなど様々取り揃えていまして、スイーツも豊富。現地の伝統的豆乳スイーツでありますトーファだったりとか、自家製の香り高い紅茶をかけていただくことができます台湾パフェ紅茶ハフガードもあります。そんな幅広いシーンで利用できるようなメニューもありますので、何回も訪れる中で自分のお気に入りも発見してみてほしいです。個人的にはなんとなく目にする機会が多かったような印象だったので、たくさんお店があるのかなと思いつつ、実は東京都内で楽しめるのはこの銀座店含めて5店舗。他には代官山や表参道、ルミネエスト新宿店はテイクアウト専門で提供されていまして、あとは東京ドームシティのラクア店にあります。他には神奈川で3軒、大阪で1軒、埼玉に1軒、兵庫に1軒、福岡に2軒と、日本国内でも大都市を中心に展開されています。さて、そんな春水堂、個人的なおすすめは朝限定の台湾朝食セット。今回もそんな台湾定番の朝ごはんを堪能してきました。朝11時までのご提供でフード2品プラスお好きなドリンクを選べるセットになっています。今回は鉄観音ミルクティーのアイスでいただいているんですけども、ホットでも提供可能。寒い日はホットでいただくのもいいかもしれません。加えて今回いただきましたご飯はルーロンハンとシェントウジャン。右手は台湾の定番朝スープシェントウジャン。温かい豆乳がほんのり固まった優しい口当たりで、酢の酸味やラー油のコクがアクセント、ホッとする味わいになっていました。もう一つ左手はルーロンハン。
甘辛く煮込んだ豚肉がご飯にたっぷりかかった台湾の定番丼。とろっとした油の旨味と八角の香りが広がり、朝でもスルスル食べられるような優しい味になっていました。ぜひ皆さんもご体験ください。続いてご紹介しますのは、パンとエスプレッソと銀座ラウンジ。人気のベーカリーカフェ、パンとエスプレッソとが手掛けるコワーキングラウンジ併設型のカフェ。実は今回訪問した1週間後の3月の上旬にリニューアルもしたとのことなので、もしかすると少し雰囲気が変わっているかもしれません。ただ大枠は変わってないと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。こちらの店舗は2025年7月に銀座にオープンしたばかりの比較的新しい店舗。全国に店舗を展開しますパンとエスプレッソとのブランドの中でもビジネスラウンジを併設した新しいスタイルのお店です。オープン当初は完全会員制だったんですけども、日が経つにつれてより多くのお客さんにも利用していただけるようにドロップインでの利用も可能になってきました。銀座という街の上質な雰囲気を背景に、働く時間と休憩の時間をつなぐ場所として設計されています。場所は銀座からも歩けますし、新橋からも徒歩4分ほど。銀座エリアのビルの中にありまして、外の賑やかさとは少し違うゆったりとした空気が流れる空間になっています。天井が高く、中央にはプロジェクター、横にはピアノが置かれておりまして、一般的なカフェとは少し違う雰囲気を感じます。席はテーブル席のほかカウンター席もあり、一人でも利用しやすいレイアウト。パソコン作業をしている人や打ち合わせをしているビジネスパーソンの方もいらっしゃって、整った環境の中で過ごすことができます。席によっては電源の利用もできるとのことなので、集中して作業したい時にもおすすめです。また意外だったのはメニューの豊富さ。パンとエスプレッソとの看板商品になります食パンムーを使ったトーストメニューを中心に様々展開されています。ムーと言いますのはブランドを代表する食パン。外はこんがり香ばしく焼き上げられまして、中はしっとりふんわりとした食感が特徴です。さて今回もそんなムーを使ったソーセージエッグセットを注文しています。加えてセットドリンクではカフェラテを注文。パンとエスプレッソという名前の通り、エスプレッソにもこだわりがあります。今回いただきましたカフェラテはエスプレッソのコクとミルクのまろやかさが合わさり、トーストとも相性のいい一杯になっていました。ラテアートも美しいので、ぜひ写真にも収めてみてほしいです。もう一つがソーセージエッグセット。トーストに添えられましたソーセージとスクランブルエッグは間違いのない組み合わせ。ソーセージもスパイスが効いた奥深い味わいになっていました。加えてトロトロのスクランブルエッグとの相性も抜群だったので、満足感のある一皿になっています。こちらのムーに関しましても、バターのコクとほんのりとした甘みが広がって、パンそのものの美味しさを楽しめるような、そんな味わい。小麦の風味をしっかりと感じてみてほしいです。その他にもスープセットだったりとか目玉焼きセットなど幅広く用意されていますし、全てが詰まったエクストラセットもありましたので、気になるものをご注文ください。続いてご紹介しますのは木村屋銀座本店。銀座4丁目の交差点近くにあります老舗ベーカリー銀座木村屋総本店カフェ。1869年創業、アンパン発祥の店として知られています銀座木村屋総本店の2階にあるカフェに今回お邪魔しています。そんな2階のカフェでは1階で販売されているパンも味わうことができますので、ぜひ合わせて楽しんでみてほしいです。そんな2階の様子は後でご紹介するんですけども、まずは木村屋の魅力についておさらい。木村屋の看板商品といえばあんパン。そんなあんパンに欠かせないのは明治7年に生まれた酒種。米、麹、水から作られます日本独自の発酵酒で、日本酒の発酵にも使われます酵母の一種を使ったのが木村屋のあんパン。一般的なイーストが糖蜜を栄養源に工業的に作られるのに対しまして、酒種は米を栄養源として自然の中から酵母菌を採取。麹の力を借りながら時間をかけて育っていきます。この酒種は140年以上にわたり、種師と呼ばれます職人によって受け継がれてきました。木村屋の社内では酒種伝承会議が開かれ、原材料の産地や品種の選定から
製法まで試食を繰り返しながら、より美味しいあんパンを追求し続けているとのことです。そんなあんパン以外にもご覧のような様々なパンを提供していますので、もしお腹に余裕があれば、あんパン以外の木村屋のこだわりも感じてみてほしいです。見た目だけでも十分に美味しそうに感じましたので、次回訪問時にはこれらも注文してみたいなと思います。さて、お話戻りまして、あんパンについて。実は生地にも強いこだわりがあります。酒種あんパンに最適な小麦粉を製粉所に特別にひいてもらいまして、発酵温度は 0.1 度、湿度は 1% 単位で管理。職人は生地の状態を食感で見極めながら繊細に調整しているとのことです。そんなあんパンは様々な種類があるんですけども、あんには北海道十勝周辺に採れた厳選小豆を使用。木村屋独自の炊き方をして仕上げることで、小豆の風味とコクをしっかりと感じられるようなあんになっています。この日も10種類以上のあんパンが提供されていましたので、ぜひ予習していただいて注目のものを注文してみてほしいです。さて、ここからは2階のカフェの様子。この2階のカフェでは、焼きたてのパンやサンドイッチ、コーヒーをゆったりと楽しむことができます。クラシックな雰囲気の店内は落ち着いた喫茶店のような空間で、銀座の買い物途中に手休みするのにもぴったりです。ただ結構混雑していますので、なるべく時間に余裕を持ってなるべく覚悟で訪れてみてほしいです。そんな2階の喫茶空間では、先ほども申し上げましたけれども、1階で購入したパンも食べることができますし、ご覧のようなこだわりのメニューの数々をいただくこともできます。価格としましては銀座価格になっていますので、少し高いかもしれませんけれども、ぜひこの空間だと思って楽しんでいただければと思います。ちょっとしたコストとしましては、1階でパンを購入しつつドリンクだけ注文すると少しお得に楽しめるかもしれません。そんなカフェ空間で、まずは1階で購入しました4種類のあんパンをいただいています。右上は小倉、左上は栗、右下はウイス、左下は桜になっています。代表作であります酒種桜あんパンの中央にあります桜の花びらは梅酢につけた後に一つ一つ手作業で摘み、塩漬けにして仕上げるこだわり。こうした細かな工程が長く愛される味を支えています。さて、カフェメニューとして個人的におすすめなのはこちらのビーフヒレカツサンド。今回はドリップコーヒーと一緒にいただいています。ビーフヒレカツサンドは肉厚で柔らかいヒレカツをサンドした人気メニュー。サクッと揚がったカツに特製のソースが絡み、パンとの相性も抜群。しっかりボリュームもありますので、ランチにもおすすめです。今回は合わせてドリップコーヒーをいただいているんですけども、ドリップコーヒーはトラジャブレンド。コクがありながら後味はスッキリ。あんパンの甘さだったりとか、サンドイッチの旨味を引き立ててくれるような一杯になっていました。さて、こちらは桜のあんパン。中央の塩漬け八重桜のほんのりとした塩味が甘さを引き立ててくれまして、春を感じる味わいになっています。明治天皇にも献上された名誉ある一品です。こちらは定番とも言えます小倉のつぶあん。こちらは青エンドウ豆のウイスあんを使用したウイス。そしてもう一つは栗の甘みとあんのコクが楽しめる贅沢な栗あんパンです。ぜひ皆さんもいろいろと楽しんでみてほしいです。Sometimes you gotta pray for a victory. 続いてご紹介しますのはラテアートマニア銀座。東銀座エリアでラテアートとスイーツが楽しめるカフェ。誕生は2025年10月。ラテアートの美しさと個性的なドリンクメニューが人気の店で、ラテアートマニアとしては3店舗目の出店です。場所は東銀座駅から徒歩2分ほど。銀座の中でも落ち着いた通りになりまして、カフェタイムにも立ち寄りやすい立地になっています。店内はご覧のようにコンパクトながらカウンター席やテーブル席がありまして26席ほど。実は電源や Wi-Fi もありますので、カフェ利用だけでなくて作業している方もいらっしゃいました。シンプルで洗練された内装。そんな空間ではラテアートのドリンクも映えます。バリスタさんが一杯ずつ丁寧に仕上げるラテアートを眺める時間もこのお店ならではの楽しみ方の一つ。注文時に店員さんがラテアートを作る様子も写真や動画に収めたいかという質問をしてくれますので、そういった配慮も嬉しいです。ラテアートに関しましても様々な種類が提供されますので、訪れるたびに新しいラテアートをしていただくこともできるかもしれません。そんなカフェラテですけれども、豆自体にもこだわりがあります。カフェラテの豆に使われているのは高品質のスペシャリティコーヒー。ブレンドではなくて1種類の豆だけを使ったシングルオリジンで提供されています。
またベーシックなカフェラテだけではなくて黒ずみを使ったブラックラテだったりとか抹茶ラテもありますし、様々なラテアートを楽しむことができます。メニュー表にラテのマークがついているものに関しましては全てラテアートをしていただくことができますので、マークがついているものの中から気になるものを注文していただくと間違いないかなと思います。さて今回はストロベリーモカというラテを注文。ストロベリーモカという名前からピンク色のドリンクかなと思ったんですけれども、実際はラテやカプチーノのような色合い。コーヒーの香りにストロベリーのフレーバーが加わり、ほろ苦さの中に甘酸っぱい香りが広がっていきます。そんなコーヒーの味わいの中にフルーティーなニュアンスを感じられるような一杯です。そんなストロベリーラテとともに今回は宇治抹茶プリンアフォガードを注文。固めで滑らかな食感のプリンの上に大きなバニラアイスが乗った見た目もワクワクするデザート。別添えの抹茶ソースには京都鳩屋療養者の抹茶を使用。立てた抹茶をそのままソースにしたような濃い味わいで香りの高さが印象的です。なお注文したラテに使用している豆の説明書きだったりとかラテのカップを持ち上げていただきますと、このお店のロゴがあったりといろんな工夫を感じられます。さて改めまして宇治抹茶プリンアフォガード。先ほどご紹介した抹茶ソースをかけることで抹茶の深い苦みとバニラアイスの甘さが合わさり、味のバランスが引き立ちます。プリンの優しい甘みを加わって一口ごとに違った風味を感じられるデザートです。濃厚な抹茶の香りが広がるので抹茶好きには特に印象に残る一品。コーヒーと一緒にゆっくりと味わいたくなるようなスイーツです。ぜひ皆さんも様々なラテアートをお楽しみください。続いてご紹介しますのは文道座カフェ&バー。銀座で朝から夜までゆっくりと過ごせるカフェを探している方におすすめな空間。ザ・スクエアホテル銀座に併設されたカフェで宿泊客だけでなくて一般利用もできる穴場的な一軒です。場所は銀座1丁目駅11番出口から徒歩1分ほど。東銀座駅からも徒歩5分とアクセスしやすく、周辺エリアからも立ち寄りやすい立地にあります。店内はホテル併設らしい上品な雰囲気で重厚感のある入り口ドアを抜けますとその喧騒が遠のき落ち着いた空間が広がっていきます。こちらの店では Wi-Fi や電源も利用できますのでパソコンの作業をしている方の姿もちらほら見られました。都心のエリアにありながら比較的静かなので作業や読書をしたい方にもおすすめな店舗です。さてそんなお店では原産地にこだわったスペシャルティーコーヒーを使用したコーヒーメニューも注目。季節ごとに状態の良い豆をバイヤーが選び、香りや味わいの違いを感じられるコーヒーが揃っています。またフルーツジュースやレモネードなど自家製のドリンクもありまして、コーヒー以外のメニューが充実しているのも嬉しいポイントです。そんな文道座ではもちろんフードメニューも本格的。今回は厚切りベーコン&ブルーチーズのサンドをいただいています。こちらのメニューはボリュームのあるホットサンドにサラダとスープがついたセットメニュー。パンにはくるみが入っていまして香ばしさとカリッとした食感のアクセントが印象的。中には名前の通り厚みのあるベーコンとブルーチーズが挟まれています。ベーコンにはしっかりとした燻製の香りがありましてジューシーな油の旨味を感じられるような仕上がりでした。一方でブルーチーズのコクが加わることで味に深みも生まれています。そしてセットのドリンクとしましては今回はアールグレイティーを注文。こちらコーヒーをセレクトすることもできます。コーヒーのこだわりは先ほどご紹介したんですけれどもアールグレイもしっかりとしたこだわりのある一杯。ポット形式で提供いただきますのでご自身のタイミングで注いでいただくことができますのでその点もおすすめなポイントです。営業時間は朝7時から夜12時まで。ほぼ一日中空いていますので銀座で買い物の途中などで少し休憩したい場合にはぜひ思い出していただければと思います。改めましてこちらはプレートについていましたサラダ。小ぶりながらしっかりと栄養を取ることができますのでその点も嬉しいです。もう一つスープ自体も濃厚な仕上がりになっていまして食事の満足感をさらに高めてくれました。この日はビスク風のスープだったんですけれども日によっては違ったスープの提供がされることもあるようなのでその辺も楽しみにしていただければと思います。さてここからはアフタートーク。新年度の始まり、今年度あなたが実現したいことはというテーマです。1年の始まりといえば1月ですけれども気温が高まってきて新年度が始まる4月もまた新しいことを始めるのにはぴったりな季節かなと思います。私も年が明けてメンバーシップを始めたりだったりとか
AI をさらに活用したいと思いまして、メンバーシップ専用のアプリケーションを開発したりもしています。あとは最近ですと、今まで訪問した店舗さん向けに、せっかく IT が詳しいので、店舗 DX といった形で予約システムを少し手伝ったりとか、LINE のサービスも提供したりしています。もともとチャンネルの趣旨としては、日常が少し豊かになる情報をお届けしたいといった思いがあったんですけども、それはご視聴いただいている皆さんだけじゃなくて、店舗に対しても同じことを思います。累計だと3000店舗ぐらい巡っているようだったんですけども、やはりその中でも 20% 程度が閉店してしまっていて、結構悲しい思いをすることも多いです。本当にいい店舗なんだけども、なかなか魅力が伝わらないと悩みもありますので、もちろん YouTube ではその魅力を伝えたいと思ってますし、あとはそういった IT の技術でサポートしたいなと思っています。もしお店の方でこの動画を視聴されている方がいらっしゃいまして、少しでも手伝ってほしいといった思いがありましたら、DM だったりとかメールいただけるとありがたいです。最大限協力させてください。そんな形で私は自分の能力だったりとか、今までやってきたことを絡めながらいろいろチャレンジしてるんですけども、皆さんの中でも何かチャレンジしていることがありましたら教えてほしいです。ご自身の頑張りを宣言するといった意味でもコメント欄の方に書いていただけるとありがたいです。それこそ AI の普及とともに時代が変わることで様々な面白い本も登場していますので、そういった作品だったりとかビジネス本を読むのもいいと思いますし、あとはアニメだったりとか映画のテーマも少しずつ変わってきていますので、そんな鑑賞もとてもいい時間なのかなと思っています。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムでは最新の情報もお届けしていますので、よかったらフォローしてください。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。